こんにちは、トランスです。今回はフルーツクラッシュを攻略します。見た目はコンパイルじゃなかったセガのぷよぷよに似ています。トランスはぷよぷよもそれなりに得意でした。同じようにプレイしていましたが、どうしても最後の目標が達成できずにいました。それは10種類すべてのフルーツをクラッシュすることなのですが、難しいです。画面は最後のフルーツであるプラムを消し終えて、ゲームオーバーになるのを待っているところです。トランスはゲーマーなので最後まであがきますが、終わりが近づいています。最後は操作ミスで終わってしまいました。このゲームの境界線は厳しいです。実は1時間プレイしています。目標を達成したのでほっとしました。この時は実時間も深夜で睡眠が削られるところでした。それでも目標を達成したことだけは PDA で確認しておきました。トランスにとっては簡単な目標だと思っていましたが、達成に手こずりました。それもそのはず、ぷよぷよとは全然違うゲームであることを認識しないとすぐにゲームオーバーになります。そしてこの時にスコアを全く意識していませんでした。もちろん世界ランキングなんて考えたこともなかったです。トランスはぷよぷよを何十回もワンコインクリアしていますが、対戦はとても弱いです。トロフィーのために仕方なく対戦したりしましたが、負けてばかりです。トランスが弱いのもありますが、オンラインに救っているのは猛者の集団です。そんなわけでトランスが上位にいるとは思いませんでしたが、100位以内に入っているかもしれないと期待して次の日を迎えました。掃除を終えて順位を調べます。下へスクロールさせようと思ったのですが、意外なところに名前があります。ちょっと待って、2位ですよ。世界で2位。現代の日本では2位じゃダメなんですかという有名なセリフがあります。トランスはゲームで全国1位になったことがありません。もちろんゲーム以外でなんか全国1位なんてありえないでしょう。そしてこの場合の全国とは日本のことです。世界で1番なんてこんなチャンス逃してなるものか。画面はフルーツの数が少ないうちに作った連鎖です。今までは5種類のフルーツでした。新しくイチゴが6種類目のフルーツとして加わります。フィールドは7列あるのでまだまだ怖くはありません。なので無理をしない程度に連鎖を作り得点を稼いでおきましょう。この手のゲームはレバーを下に入れると得点になりますが、今回は慎重にプレイすることを優先しています。長いので今回は20倍速を交えてお送りしています。あんまり綺麗な連鎖ではありませんが、安全第一でいきます。終盤は連鎖どころではありませんので、トランスのスコアを超えるのであればもう少し大きな連鎖が必要になります。後で分かったことですが、瓶をいっぱいにするとラベルのフルーツが消滅します。そして7種類目のフルーツとして青リンゴが登場します。降ってくる順番が悪くてもここまではなんとかなります。ただしちょっとでも積み上がってきたら連鎖を狙うのはやめましょう。フルーツの種類が多いと困難なことが起こります。連鎖を作るときに不要なフルーツを端に持っていったりしますよね。その時の不要なフルーツがなかなか消化できないのです。トランスはこの時点で2連鎖か
3連鎖しか狙っていません。フィールドの半分ぐらいまででやりくりするようにしています。そしてあまり最上段は使わない方が良いです。ぷよぷよやテトリスをする人なら多用するテクニックを最上段でやると即ゲームオーバーです。まだ世界一のスコアの半分にも達していませんが、さくらんぼが出てきました。8種類目のフルーツです。要注意です。トランスは何度もさくらんぼでゲームオーバーになっています。即席でできそうな2連鎖ぐらいにとどめた方が良いでしょう。欲しいフルーツが来なくて我慢して積み上げていき、気がつくと手遅れということを何度も体験しました。わかりましたか？さくらんぼが来たら消すことに専念して低く構えましょう。もっともハイスコアなんか気にせずに目標を達成するだけなら連鎖は必要ありません。画面は低く構えて万全の状態です。ただし世界一を狙うには少し足りない感じがします。そして9種類目のフルーツが出てきました。このオレンジの時に耐えることができれば目標達成です。しかし甘くはありません。トランスはできるだけ左右どちらかに各フルーツを分けるようにしているのですが難しいです。とにかく同じ種類のフルーツを3個固めること、そして1箇所は露出させておくことです。妥協も必要ですし、確率も計算しなくてはならないのでレバー下にはできません。それでもハイスコアを狙っているので簡単な2連鎖は時々狙います。そして最後の目標が現れました。この10種類目のフルーツであるプラムを消すことができれば目標達成です。そして10種類のフルーツが降ってくる状況はいつゲームオーバーになっても不思議ではありません。運も絡みますが、ここからハイスコアまでとにかく粘ります。概算であと1000点。点数も早く稼ぎたいのですが、なかなかわかりやすい2連鎖のチャンスが訪れません。さあ、ハイスコアが見えてきました。とにかく消します。粘っていますが、はっきり言ってこの状況はゲームとして成立していません。それでもあと数個消せれば世界一のはずです。緊張します。特に上部に落下させるときは危険です。実は1位の人のスコアをしっかり覚えているわけではなく、現在のスコアもじっくり見ている余裕はありません。ただしこの3連鎖が読めた時点で世界一を確信しました。スコアはそんなに伸びてないけどスペースができたのでもう少し続けられそうです。なんでここでバグが起こるの？トランスの世界一がかかっているのに。スコアは多分到達しているけど14000点出しておけば間違いない。信じられないことに空中で接着しました。テトリスで空中ブロックを作ったりしたことはありましたが、それとは全然異なります。回転入れなんて高度なことはできないのでしょう。さてどうしましょうか。とりあえず周囲のフルーツを消していきましょう。とは言ったもののフルーツの種類が多すぎてなかなか消すことができません。オレンジかバナナが来るのを待っていました。で、落下させてみると、なんだかよくわからないけどオレンジは消えてなくなりました。
おそらくバナナが落ちてくるのを待って我慢しているところです。思うようには降ってきませんね。この場合はオレンジがダメでもさくらんぼを固めます。そもそもオレンジは少ないですし、同じ列にあればいずれはくっつくかもしれません。バナナを諦めてプラムにしました。この判断はどうだったかな？とりあえずは消せますが、残っているものがバラバラすぎます。次はスイカか桃かネクストを見て瞬時に判断します。他のゲームならこれぐらい積み上がってもなんとか回復できますが、フルーツクラッシュはできません。次のスイカとイチゴはどうしようもありません。かなり下まで掘らないとつながらないです。気がつくと14000点を超えました。もちろん超えたら終わりではありません。記録保持者としては少しでも高い方がいいに決まっています。トランスが世界一になるなんてもう二度とないことです。でもいつまでも1位ではいられないのでしょう。記録は破られるためにありますなんて、ちょっとかっこいいことを言ってみたかっただけです。本当は抜かれたら抜き返す、そんな熱いバトルをしてみたいです。世界の中でハンドルネームしかわからないライバルとゲームの点数を競い合うなんてトランスらしくないですね。さて、おかしかったフルーツも消去することができました。うまいこと積み上げています。消せるフルーツをいくつか露出させています。ただし連鎖が起きそうにない、つまり同じフルーツの塊があまりありません。フルーツクラッシュをプレイしていると、このようにゲームオーバーを感じながら終盤を過ごします。画面を見てもオレンジがすぐに来れば消せますが、消しても続きがありません。そしてオレンジを願うものにオレンジは降ってこないのです。今のは判断ミスではありません。オレンジかキウイの選択で運が悪かっただけです。ここでオレンジが来るあたりが人生のようですね。残念ながらここまでのようです。今回は1時間以上プレイしました。世界一を狙い始めてから3回目で達成です。興奮しているのと疲れているので指先がうまく動きません。こういうのって結果発表を見るまでは喜ばないようにしています。大丈夫、世界で一番になりました。トランスがゲーマーになってからかなりの年月が経っています。こんな日が来るとは思いませんでした。嬉しいです。アーケードパラダイスの中のゲームで競技人口が少ないことも幸運でした。そして同じことをプレイステーション4でも行いました。こちらは世界一を狙っていません。目標達成が目的です。序盤に大きめな連鎖を作ることもしませんでした。ですが10種類目のフルーツを消した後もプレイは続けました。こちらも先ほどと同じで復活する可能性がありません。イチゴをちぎって落とそうとして失敗しました。トランスは得意なジャンルなので目標をすべて達成することができましたが、あまりおすすめするゲームではありません。目標は達成しましたが、一応順位も見てみましょう。プレイステーションの4と5では別のランキングです。フルーツクラッシュはともかくアーケードパラダイスの中のゲームでも
4と5で振る舞いが違ってきます。なので別集計でいいと思います。いかがでしたか？また来週お会いしましょう。